こんにちは。理事長です。今回ご紹介する作品はこちらです。矢野健太郎さんの書いた、邪神伝説シリーズですね。学研から出ている漫画のシリーズになっています。出ているのはですね、学研のノーラコミックというところで、全5巻の作品になっています。初出がですね、コミックノーラの62年3月号と書いていますので、1987年に書かれています。最後の5巻ですね、5巻が、雑誌の方に書かれたのがですね、92年の6月号、8月号、9月号となっていますので、だいたい5年間にわたってですね、この漫画が書かれていたということになります。この作品をですね、私が初めて知ったのはですね、同じく学研から出ていたムック本ですね。こちら、クトゥール神話大全という、ムック本があったんですけれども、こちらがですね、1990年の8月に出版されているんですが、この中で紹介されていたということで、こちらの邪神伝説シリーズを知りました。この本はですね、かなり本格的なですね、クトゥル神話の漫画になっているんですけれども、お話、ストーリーですね。ストーリーは、各ストーリーごとにですね、独立した話になっているんですけれども、ある登場人物、星間渚という、最初に出てきた時は女子高生だったんですけれども、その主人公の周りで起こった事件などをですね、取り扱っていて、各ストーリーは単発で楽しめる作品になっています。先ほどですね、お話しした通り、全5巻のシリーズになっているんですけれども、1巻がですね、先ほどこちらお見せしましたけれども、ラミアというタイトルがついている作品。それから、先ほどお話しした星間渚という、この物語の主人公と言っていいと思うんですけども、その星間渚が最初に出てくるケイオスシーカーという話になっています。そのケイオスシーカーっていうのがですね、クトゥールの邪神と、戦うというか、その復活を阻むために作られた組織で、それが人間の組織と、邪神たちの戦いですね。正確に言うと、その邪神の復活を目論む、信者たちとの戦いみたいな話になっています。はい、先ほど言ったようにですね、1巻がラミア、それから2巻がダークマーメイド、3巻がラストクリエイター、そして4巻がコンフュージョン、5巻がリバースというようなタイトルがついています。はい。で、先ほど言った通りですね、各ストーリーはそれぞれ独立して楽しめるんですけれども、大きい流れでは全体としてつながっていまして、最後のですね、5巻のリバース。この話はですね、非常に神話を知っているとですね、面白い作品になっているので、ぜひ、機会があれば読んでみていただきたいなというふうに思います。先ほどお話しした通りですね、この作品自体はですね、学研のノーラコミックというところで出されていたんですけれども、今はですね、Amazon の電子書籍の方で読むことができますので、そちらの方で比較的手に入りやすいんじゃないかなというふうに思います。特にですね、Amazon の読み放題に登録されている方は、無料で読むこともできますので、非常に読みやすい作品になっているんじゃないかと思います。またですね、この作品、英語にも翻訳されていて、英語版もありますので、日本語よりも英語の方が、読めるという方はですね、そちらの方も、読んでみていただければというふうに思います。ちなみにですね、この作品を書いた
矢野健太郎さんのですね、作品として別の漫画でドリーマーという作品もありますけれども、実はですね、先ほど、ちょっとお話しした、この邪神伝説シリーズのですね、5巻、リバースと、その矢野健太郎さんの書いたドリーマーという別の作品のですね、関連性なんかも、そのドリーマーの方を読んでいただくとですね、分かって、もうちょっと楽しめるんじゃないかなと思います。はい、今日は漫画の紹介でしたけれども、機会があれば、興味のある方はですね、ぜひ読んでいただきたいと思います。はい。それではですね、今回の作品の紹介はこれまでにしようと思います。また次回の解説をお楽しみにしてください。